こんにちは、ポッティです。こちらの動画では、元素騎士オンラインをこれから始めてみようかなという初心者無課金の方向けにですね、私がお勧めしたい職業4つをご紹介していこうと思います。この元素騎士オンラインはね、リリースされて1年が経ちまして、様々な修正や、新しい職業のね、追加などがね、この1年でね、あったので、そのあたりも含めて今回ね、ご紹介していこうと思います。結論としてはですね、ビショップ、ウィザード、ファイター、モンクの4つをおすすめしております。理由はね、後ほどご説明していこうかなと思います。このね、元素騎士オンラインっていうゲームはですね、MMORPG の一つで、キャラを育成したり、パーティーを組んで標的に立ち向かったり、ゲームでね、仲良くなった人と、のんびりね、会話したりとか、そういったね、要素もね、含まれているのですが、それに加えてですね、Pay to Earn ゲームを遊んでお金を稼ぐ UGC to Earn 自分で作ったものでお金を稼ぐといったよね。今までのスマホゲームにはあまりないような仕様が盛り込まれているんですよね。めっちゃ面白そうやん。よし、じゃあ遊ぶぞーってなった方、ちょっと待ってください。最初の職業選びが実はこのゲームでめちゃくちゃ大事なので、この動画をね、ぜひ一度目を通してから職業をね、選んでいってほしいんですよね。職業ごとに育成の難易度の差が結構ありまして、1キャラ目でね、選ぶともう後半になったら育成しんどみたいな、そんなね、職業もあるんですよね。で、それを知らずに始めちゃうと、ここから先もう強い装備に課金しないときつくないですかとか、別の職業で始め直すしかないんかなみたいなのとか、じゃあもう、苦戦しづらいしやめようかな、みたいな。そんなね、悲しい選択にね、迫られることにね、そういうこともあり得るんですよね。ゲームはまず楽しく遊べるのが大前提だと思うんで、この動画ではね、そういったね、無課金でも育成しやすく、後々ね、積みにくい職業をね、ご紹介していきたいと思っているんですよね。もう始めちゃったよという方でもですね、今回紹介する職業の、どれかには、絶対にね、転職できるはずなので、ご安心ください。さあ、それではその4つのね、職業を順に見ていきましょうか。まずは1つ目のビショップから。これは私の一押しですね。ビショップは最初に選べる職業のクレニックからのみ転職できる職業になっています。このおすすめの理由は、HP 回復、MP 回復のスキルを持っている。魔職なので火力が出しやすい。パーティープレイで重宝されるですね。このね、1番についてなんですけども、このゲームではもう HP や MP を回復するのに、そのエムロンドというね、ゲーム内通貨が必要になってくるんですよね。もうその辺のね、無料のベッドで寝てたら回復するとか、もう立ってね、待っておいたら自動回復するとか、そんな仕様は一切ないんですよ。で、エムロンドで購入できるポーションとか、エムロンドで利用できる回復の泉、宿屋みたいなやつですね、を使って回復するといった手段がもう基本的な回復方法になります。で、その点、ビショップは自分のスキルで HP も MP も回復できるんで、エムロンドをそこにかける必要がないので、そのエムロンドをね、貯金しながら育成できるというところで、私はトップクラスに使いやすい職業かなと思います。本動画でね、紹介されないね、今回職業っていうのは、こういった回復スキルを持ってないとか、使える場面が限られているようなスキルしか持ってないとか、そういった部分でちょっと外していますね。で、お次は2番なんですけども、魔職なので火力が出しやすいということですが、これはね、魔法攻撃の威力を上げるには、ステータスの知力を上げるだけでいいので、わかりやすいですね。あと、知力が増加すると、最大 MP も上昇していくので、この最大 MP の何%を回復みたいなスキルのね、恩恵がどんどん受けやすくなっていくんですよ。スキルの発動回数を、そういったもので増やしやすいというのもいいところですね。で、その一方で、物理職系だったら、その腕力を上げて火力を上げられるんですけど、そのね、最大 MP が低いので、そういったね、MP 回復のスキルを受けづらいっていうのもありますし、MP 回復ができないのに、MP を使ってそのスキルを打つみたいなのをするとね、どうやって MP をね、回復っていうか保てばいいんだみたいな風になってくるんですよね。なので、魔職は基本的に知力さえ上げておけば、威力も上げれて、かつ MP 回復もしやすくなっていく、スキルの回数を重ねれで火力がね、どんどん出しやすくなっていくんですよね。で、3つ目の理由はですね、パーティープレイで重宝されるということで、これに関してはですね、RPG で、ビショップって聞くと、サポートスキルがね、充実してる感じあるじゃないですか。
で、元素騎士もそうで、ビショップにしかできないね、蘇生というスキルがですね、パーティーでの冒険や、強敵との戦闘でね、すごい大活躍しますし、味方の HP 回復はもちろんのこと、防御力アップといったサポートスキルもあって、もう本当にね、メンバー募集で回復の人いませんかみたいなものになったらね、本当に積極的に参加できるようになります。本当にね、めちゃくちゃ強い人たちですら、そうね、HP 回復にポーションを使わないといけないから、そこでね、その収入がちょっと落ちちゃうみたいな、そういう理由で、そのビショップを誘ってくれる方も見かけるぐらいなので、本当に低めのステータスでも高いステータスの方をサポートできるということで、ビショップが本当に優秀ですね。はい。では次はね、二つ目の職業を見ていきましょうか。これがね、ウィザードですね。ウィザードは最初の職業の一つなので、もう最初から育成することができますね。そのおすすめの理由としては、HP 回復、MP 回復スキルを持っている魔食なので火力が出しやすい、パーティープレイで重宝されるですね。はい。ビショップと似た感じの理由です。ただ、1のね、丸1のところでは、HP 回復はウォーロックからの継承スキルのドレインというものですることになるんですけど、これがその敵に攻撃するときにしかね、使えないスキルなので、ビショップに比べるとやや使いづらいかなというような印象です。なので、HP ポーションを保険で持っておいて戦うことを推奨します。その代わりにですね、2番の火力を出しやすいに関してはですね、これがビショップ以上に出しやすいんですよね。ファイアボルトのレベル5のね、ヘルフレイムというスキルがですね、本当に人気で、これ一つ覚えれば、レベル20以降の育成で比較的にレベリングがやりやすくなるという風になってますね。で、3番のパーティープレイで重宝されるに関しては、同志の回電というスキルくらいなんですけど、もう本当にこれ一つでめっちゃ重宝されてますね。本当に味方の MP を回復させられるスキルなんで、MP 不足にやっぱり悩みがちなこのゲームではね、本当に優秀なスキルですね。またね、その火力枠としてもやっぱり大きく貢献できるので、パーティーに一人はいてほしい存在かなと思います。では、ここからね、3つ目の職業のファイターを紹介していきましょう。ウィザードとね、同じ基本職の一つなので、最初から育成できます。ただね、さっきのね、その、ビショップとウィザードは魔職なんですけども、今回は物理攻撃職になりますね。で、そのおすすめの理由が、UV 回復がほとんどいらない。HP や防御が高くて、序盤から使いやすい。パーティーで火力兼タンクの役割ができるということです。まず、1のね、MP 回復がほとんどいらないということなんですけども、ファイターのね、スキルの中には、自称スキルといってね、その MP を使わずに HP を消耗して攻撃するものがね、いくつかあるんですね。で、この系統のスキルをメインにすることで、HP ポーションや HP 回復が多めの食事のみにね、エムロンドをかけて育成できるのがすごいいいところですね。やっぱりね、このゲームね、その HP ポーションより、その MP ポーションの方がね、すごい値段が高いので、できればね、その MP ポーション使わずに、HP ポーションだけで済ましたいところなんですね。そういう意味でも、ファイターはそれがね、可能になってくるんで、だいぶ節約しやすいですね。次が2番の HP や防御のステータスが高いということなんですけど、先ほどご紹介した、ビショップやウィザードは、攻撃でね、その火力を出しやすいんですが、防御がね、非常に低いんで、その敵にすごいやられやすいというのがあるんですよね。本当にちょっと強めの敵と戦ったら、その魔法をね、こっちが魔法を1発2発撃ったくらいで、相手の攻撃を受けちゃって、もうやられちゃったりします。その点、ファイターは序盤からね、その防御のステータスが高いので、すぐにね、やられることないですし、そのね、耐えてる間に、ポーションなどでね、その回復をすることができたりとね、その序盤のレベリングがね、すぐやられたりとかせずに、かなりストレスなくできるのが、ちょっといいところかなと思います。そして3つ目の、そのパーティーで火力兼タンクの役割ができるに関してですが、ファイターはね、その物理職系の中でも、トップクラスにね、その火力が出せる職業ですし、あとね、その挑発スキルがあるので、敵のヘイトをね、こちらにね、向けやすくなってるんですよね。パーティーのね、魔食の人が敵に襲われてるわーって襲われてる時に、挑発を使って、その魔食の人からそのターゲットを剥がしてあげるというようなプレイがね、できるようになりますね。ただこの挑発というスキルは、MP 消費が0なのに、使うとね、バーストゲージが結構大きく溜まるんで、気軽にね、そのバーストゲージをね、どんどん溜めやすくなるんですよね。
なんで、そのバーストスキル分のね、攻撃の手数を増やすためにも、挑発自体はね、本当に積極的にどんどん使っていきましょう。はい、じゃあ4つ目のですね、職業に行きましょうか。文句ですね。文句は、職業、最初の職業で、セーフかクレリックから転職してなることができます。で、そのおすすめの理由としては、HP 回復、MP 回復スキルを持っている、パーティープレイで重宝される、多彩な構成を楽しめるということです。本当に1と2に関してはまたですかみたいな感じなんですけど、結局このあたりができる職業が本当に使いやすいんですよね。で、瞑想機構のスキルがその HP を回復できますし、さらにこれね、スキルレベルを5にしたらね、瞑想は MP 回復になって、機構が HP と MP を回復できるという風にね、もうかなり自給自足がしやすいようなスキルを持ってるんですよね。特にこの機構から強化された連星機構というスキルが、その味方にもこれで、ね、使うことができて、MP をね、周囲に配るというようなことができて、本当にその便利さが本当に他のね、サポートスキルの中でも本当に群を抜いてるんで、MP 文句誰かいませんかみたいな、もうそれぐらい名指しで、パーティー募集来るぐらい本当に重宝されてます。で、こちらのね、スキルに関しては、もう本当に詳しくは概要欄の方にね、動画の方を置いてますので、もしよかったらそちらを参考にしてみてください。そして、3番目のね、多彩な構成を楽しめるについてですが、これはね、そのシーフ系文句とクレリック系文句で、その楽しみ方が変えられるというところですよね。そのシーフ系文句ことシーフモンでしたら、物理攻撃で複数のね、攻撃スキルを打ち込んだり、隠密や状態異常を駆使して戦うことができてますね。で、クレリック系の文句のクレモンでしたら、シフモンよりね、ちょっと物理攻撃のスキルが少なくて、火力は落ちるんですけど、その分 MP 消費が抑えられるんで、自身にバフをね、強いバフをかけたりとか、味方をサポートしながら戦うというのがやりやすくなりますね。またね、文句ですけど、文句ってめっちゃ殴るイメージですけど、知力にステータスを振って、魔食のようにね、火力を出すこともできて、本当にこんな風に、物理攻撃、状態異常不要、魔法攻撃、味方のサポートといったね、本当に多彩な立ち回りができるようになるんですね。本当にスキルの組み合わせ次第で、もう本当にこんなに役割変えられるのは本当文句くらいだと思います。でね、いろんな立ち回りを楽しみたいという方には本当にぜひおすすめしたい職業です。呪文とクレモンについてね、より詳しく知りたい方は、こちらの動画も参考にしてみてください。リンクは概要欄に貼っております。最後にちょっと余談なんですけど、新色のね、ドラグ宿系はね、そんなに一色目には向いてないかなというようなね、印象なんですよね。というのも、ドラグバスターもドラグランサーも MP 消費がね、すごい重たい割には、そんなに MP 回復スキルとかをね、持ってないわけなんですよね。おそらくレベル10を超えたあたりから、装備がね、整っていないとか、もしくは、エムロンドをね、そんなに持っていないとか、そういう方はね、かなり育成が困難になるかなと思ってるんですよね。ドラグフェイバーに関してはね、HP 消費スキルが結構多いので、ファイターとね、似たような理由で、育成自体はしやすいんですけど、問題はその、転職までの道のりですね。さっき言ってたその、バスターとランサーをね、レベル18まで育成しないと転職クエストを受けれないみたいなね。そこが一番の問題なので、今回ね、こういった理由からね、初心者無課金の方向けのね、おすすめ職業というところからは、外させていただいております。はい、ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ビショップ、ウィザード、ファイター、文句とね、この4つの職業をね、本当に初心者、無課金の方にはおすすめさせていただきました。やっぱりね、ゲームをしててね、その途中で敵が倒せへんくなったとか、もう回復できなくて積んだってなるとね、本当に嫌になってくるじゃないですか。そうならないように、ちょっと比較的快適にプレイできるような職業を今回ね、ご紹介させていただきました。本当にね、これらの職業で遊び始めて、育成もね、どんどん進んできたら、ちょっとずつね、お金も溜まってくるようになるかと思うんですよね。で、お金が貯めれるようになってきたら、その装備をね、強化したりとか、他の育成しにくい職業の費用に当てるとかができるようになるので、本当にこの4つを通じることで結果的に全ての職業を無課金初心者の方でもプレイできるというようになります。なんで、ぜひまずはこれら4つの職業の中から選んでチャレンジしてみてください。この動画がええなと思った方は高評価やチャンネル登録をしていただけるとめっちゃ励みになるのでよかったらお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。またねー。